昔から来た男が愛と勇気を教えてくれるウルトラマン80ウルトラマン80 He came to us from the start はい、今日もリスナーから川柳いただいています。ラジオネーム地道に頑張るマン。同僚に仮病がバレて大目玉。あちゃ、やっぱり嘘や隠し事はいけませんな。ということで次回のウルトラマンオメガはあゆねえにバレちゃった。私は何も隠し事なんてないや。なぜ泣くの？カラスの勝手でしょう。なんだこりゃおい。こんな夜中に洗濯なんかしやがって。なんだこれ。なんだこれ。どうもありがとう。じゃあまた明日。どうした？恵子さん。この異常な事件を重視した UGM のジョーノ博士は早速調査に着手した。ここに付着しているシミは地球以外の生物の体液であることが分かりました。地球以外というとエイリアン。ええ、そうだと思います。地球防衛軍以外の宇宙艇が地球に接近した報告はありません。そうですか。だがこの体液から見ると液体と気体の中間のようなやつらしい。これは私の想像ですが、地球防衛軍の宇宙艇に付着して地球に入ることは可能です。しかし宇宙艇の表面は地球に侵入するときには空気との摩擦で摂氏千数百度になります。それに耐えて生きている生物がいるとは。博士、もっと詳しく話していただけませんか？いや、これ以上私にも分かりません。でも青山博士なら。宇宙生物学でノーベル賞を受賞された。そう。彼に聞けばもっとこの生物のことが分かるかもしれません。青山博士は木星で3年間宇宙生物の研究をされて1週間前に地球に帰ってこられたばかりです。その夜も UGM 隊員は夜間外出禁止区域をパトロールのため出動した。モンセンサーは？はい。ごめんください。どなたかいらっしゃいませんか？お留守ですか？
が人間を消してしまう犯人か。この家の人たちは。どいてくれ。そうか、大変だったな。それより青山博士がもうすぐここへ来られる。その場でお前たちが見たことを報告しろ。何か解決方法が見つかるかもしれん。代わりにな、藤森と池田の2人をやる。了解。あら、あなたたち新人ね。 UGM3 期藤森です。同じく6期池田です。よろしく。私気象班のゆり子です。どうぞよろしく。伊藤さん、時間は大丈夫でしょうね。多分大丈夫だろ多分。う。間違いない。伊藤チーフ、どうも。なんだセラ、お前カメラマンになったのか。いや、写真部のやつが急病でね、ピンチヒッターなんですよ。映るかな。コメントお願いします。原因は何ですか。一言お願いしますよ。この先どうなんですかね。これ出してよ。ねえ、ちょっと。なぜ目を隠すんだ。これはもしかするとアルゴ星人のものかもしれない。アルゴ星人。私も会ったことがないのでよくわからんのだが、会ったという宇宙人からいろいろデータを見せてもらったことがある。それによるとアルゴ星は今から100万年前に死滅して縮小を続け、ついにブラックホールになった。それからアルゴ星人は宇宙を炭酸ガスを求めて移動しているという。炭酸ガス。アルゴ星人にとって炭酸ガスは我々人間の酸素と同じなんだな。どんな姿をしているんですか。はっきりした形がなくよく見えないと言われている。宇宙の高級生命体の進化の最後の姿は実体のない想念だけの生物になると言われている。アルゴ星人はそういう高級生命体への進化の途上にあるようだ。人間がどんな背伸びをしても勝てない知能を持った星人だ。博士、あの泡、あら一体アルゴ星人の何なんですか。それに炭酸ガスで生きる生物がなぜこの地球に。まあまあ落ち着きなさい。そういうせっかちなところが地球人の一番の欠点だ。一つ一つお答えします。まずアルゴ星人と泡は全然関係がないと思われる。また別のエイリアンが侵入している可能性が強い。人間が消えるというのもそのエイリアンであったことだろう。アルゴ星人は戦いを好まない平和な星人だが、一旦怒らせるとこの宇宙では一番強い。これをご覧ください。皆さんもご存知のように工場の煙、排気ガス、その他いろいろな炭酸ガスによる地球汚染は今や極限に達しており、そのうち大気圏やバンアレン帯にも侵入しかねない状態です。アルゴ星人はだから地球へ来たのだろう。私はそう信じている。ジョーノ博士、じゃあ私はこれでいろいろと忙しい。とにかくアルゴ星人が地球へ来ているなら
戦わない方がいい。地球人では勝てない。博士。伊藤、玄関までお送りしろ。はい。アルゴ星人は平和な宇宙人ではない。生物の知能を吸い取って高級生命体になろうとするエゴな星人と聞いている。大山君。何か？昔あった青山博士とは別人のような気がするんだ。何か急にそわそわして。山本隊員、ちょっとこれ見てくださいよ。お、セラ、お前写真上手くなったな。ちょっとやだな。これはね、新聞社からもらった写真。ああ、こっちが僕の。これはフラッシュでできた青山博士の影が遠くから撮ったセラの写真には怪物の姿をしてはっきりと写っていた。あの影と同じだ。君は？どうぞ。他の被害者もここにいるんですか？博士がお待ちです。よく来てくれたな、ウルトラマン80。この地球へ来て何をする気だ？アルゴ星人。いや、私は青山だよ。何？前にも言ったように、アルゴ星人はいろいろな生命体の知能を吸い取ることにより実体がなくなりつつある。だから私は地球では青山博士の体を借りている。地球人を襲うときは泡になって。いや、あの泡は私の宇宙服だよ。それでアルゴ星人の地球へ来た目的は何だ？何をしに来た？アルゴ星人。いや、私はアルゴ星人ではない。今アルゴ星人は私の体から出ていった。またどこかで地球人を襲っているに違いない。アルゴ星人とどこで会ったんですか？私が宇宙艇で地球へ帰る途中だった。私はもっと宇宙のいろいろな知識が欲しかった。私はアルゴ星人に会えた。チャンスだった。アルゴ星人のことは知っていた。神のように大きな知識を持つ星人だと言われている。だが奴は神ではなかった。悪魔よりずっと悪賢いエイリアンだったのだ。アルゴ星人が地球を狙う目的は何なんです？何をしようとしてるんです？アルゴ星人にとって地球人の知能は若く素晴らしいエネルギー源なのだ。人間が若鳥を食べるようなものだ。ひどい。それじゃ地球はアルゴ星人の鶏小屋だ。博士、この家に囚われている人たちを連れて今のうちに。博士、ウルトラマン80。私がいない間にいろいろと分かっただろう。
その通りだよ。地球人のこれから育とうとする若いエネルギーは宇宙に数少ない栄養だ。ウルトラマン80はここにいる。あとは UGM を叩き潰せばこの地球は私のものになる。このバリアの中では君はウルトラマン80に変身できない。夜明けとともにこの地球は我々アルゴ星人のものになるのだ。一刻の猶予もできん。アルゴ星人は強敵だ。怪獣エイリアンから地球を守るのは我々の役目だからな。オールスタンバイ。了解。ウルトラマン80は記録を集中した。このバリアの中でその力が通じるかどうかもわからない。それに体が持ちこたえるかどうかもわからない。しかしこれしかないのだ。
伊藤大丈夫か？これぐらいの傷じゃ寝てられませんよ。で、青にやられた被害者は？青山博士もそうだが、みんなまだ眠りから覚めん。でも人間の知能を吸い取るやつがこの宇宙にいるなんて信じらんないですよね。吸血鬼ももしかしたらエイリアンの侵略が伝説になってるのかもね。まさか漫画の読みすぎだよ。この広い宇宙にはもっと恐ろしい奴はまだまだいる。いつ再び襲ってくるかもしれない。この星は美しい星、誰もが愛する青い星。この星を守るのが我らの使命。何か怪しいものが来る、正体不明でやってくる。大きくなれそうな気がする。目覚めの時。俺の名はオメガ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録してこれからも我々を応援してほしい。また会おう。